HKS86BRZ& スイフトトラックミーティングを開催しております。千葉から来たんですけど8時間かかりましたね。遠かった。細田です。松田です。車のチャンネルです。ブーン。はい、ということで今日は何ですか？今日は岡山国際サーキット HKS86BRZ& スイフトトラックミーティングを開催しております。そういう名前だったんですね。そういう名前だったんですよ、実は。ハイパーチャレンジかと思ってました。ハイパーチャレンジではないんですよ、実は。じゃないんですね。ハイパーチャレンジの、外伝というかスピンオフじゃないですけど、各地区でまず東京、大阪でやっていて、大阪の方ではこの岡山国際サーキットでシリーズ基本的に3回開催してるんですけど、そのうちの1回をですね、こういうふうにですね車種別のイベントとして今回 86BRZ とあと SWIFT スポーツこちらの方でやらせてもらってます。いや岡山国際サーキット、僕やっぱ千葉から来たんですけど、全泊したんですが8時間かかりましたね。遠かった。遠いですよね。遠いですね。なんつっても静岡からでも5時間半から6時間はかかります。またいろいろ並んでますね、今日もね。そうですね。今回はやっぱりエントリーされた方が結構86が多かったので、86の商品とあとスイスポの本をですね一部ちょっと置いてるような形でちょっとやらせてもらってます。ここで、松田さんと富田さんが戦ってるわけなんですけどもそうですね、はい。こちらが松田さんの車にもついているGT3RS タービンですね。はい。こちらでFA24 では360馬力380馬力こちらを発揮するような一応タービンとなっております。はい。やっぱり前回ね、ターボをつけてもらって、はい、街乗りしてる段階ではめちゃくちゃフィーリングいいので、はい、さっきからどうか。そうですね。はい。この岡山国際スーパー GT も開催しているような非常に大きなサーキットでなので、しかも結構国際サーキットですけどアップダウンとかテクニカルコーナーも多いレイアウトだと思いますので、そのあたりでですね雨の中ですけど例えばサスペンションとかあとエアロとかそのあたりの効果も確かめていただければと思いますので。なるほど、なるほど。走ったことないし富士とか筑波だとグランツーリスモで練習できるんですけどここないんですよね。ないんですよ。そうさっきのちょっと YouTube 見て岡山国際攻略みたいな一応予習はしてきたんで、今日は楽しく走れれば事故しちゃったらやっぱり楽しくなくなっちゃうので楽しく走っていきたいと思います。じゃあ行ってみましょう。HKS の壮行会岡山国際サーキット初めてです。そんなねタイムを出すというよりは楽しく走れればよろしいかなと思います。路面も濡れてますしね。ラインが全然わかんないですね。
わかんねえ。赤旗です。赤旗。一周ちょっとだけしました。検証できたのはやっぱ直線で PRZ を抜いてターボはすげえっていうことかな。なんか低速3000回転ぐらいしか回ってないのに、ここから全然いけるんですよね。ほとんどシフトチェンジする必要がない、エアピンとかでいけてしまう。すごいな、初めて走ったのに余裕でついていけるな。やっぱ力こそパワーですね。ターボ絶好調。水温が91度、油温が99度、デフ温度が123度。デフ温度がやばいね。デフの温度やっぱ考えるとこれぐらいでやめといた方が良さそうな感じはしますね。次はちょっとじゃあタイヤ履き替えていってみましょうか。1時間後だけど。これスイフト用ですよね。そうですね。33の、そうです。ZC さんちっちゃいんですね。ちっちゃいんですよ。こちらですね。GT3FX タービンって言ってですね。はいはい。基本的には純正置き換えのスポーツタービンキットになるんですけども、スイスポのタービンって結構純正だと小さいものをギュンギュン回してるような感じでして、タービンをですね少し風量大きなものに変えるだけでもですね相当変わってくる。排圧とかあと吸気温度ってところでもですね結構ですね落ち着くといいますか、はい、スイスポの純正って140馬力150馬力ほどだと思うんですけどもこちらですね一応、180馬力から200馬力まで一応想定は、はい、しているようなタービンになります。スイフトで200とか180出たら速いですよね。相当ですね、正直、はい、もう非常にこの同じ GT3 タービンの可愛らしいサイズ感なんですけどね、はい、スイフトにこれつけたらどうなるんですか。スイフトにこれつけたら多分ドッカンすぎて多分まともに乗れなくなっちゃうんです。なるほど。はい、そうですね。そしてタイヤを今回ちょっと050に履き替えました。052から050。050はね、美味しいところが少ないってことなんで、パパッとタイム出して終わりにできたらいいなっていう感じですね。よし行こう。
すごいね。攻めらんないよ。やっぱ台数がね、43台走ってるって言ってたっけな。43台はさすがにね、こんがらがる。タイヤがダメだね。出るね。黙っちゃうよ。今のところ悪くないペースだと思うけど。どいてほしい。どいてほしい。ありがとう。なんだ。2周目ぐらいのグリップが本当すごかった。あの時にトラフィックがなければ48とかいったかなって感じですね。いやでもこれ楽しいコースだね、岡国。これは攻略のしがいがある。いやー楽しかった。いやー8時間の遠征の末、岡国無事に終わりました。第2位です。車のチャンネルからエントリーの松田拓也様、おめでとうございます。じゃあトロフィーと副賞の方をお受け取りください。撮影の方行きます。最初はグー、じゃんけんポン、チョキ。素晴らしい、おめでとうございます。どうぞ。はい、撮ります。せーの。なんと初岡国ですよね。初岡国です、はい、なのになんと下級機クラスの表彰台を取ってしまったということで、下級機クラスがそもそも少なかった。まあ今日43台参加、はい、で全体のこう順位を出しても6位だったんで、はい、僕なんてこうサーキット走り始めて2年ぐらいですけど、下級機つけてもらって、で初の音楽で、これぐらいはいけるっていうのは、車がすごい。やっぱりそう国際サーキットでしかも岡国って結構 GT でも何かが起きがちなコースということで有名だと思うんですけども、その中でも初サーキットでも安定して走れてるっていうのが良かったので一安心しましたですね。カーボとマックス R のあとやろうか。そういう気もねやっぱいいですよね。しかもこの結
結構暑くなりましたけど、まあ水温油温も安定してたので、そこそこ今日は暑いじゃないですか。そうですね、はい。それでこういうターボそうですね。まあそのあたりも安心して、まあサーキットの長く楽しめるのかなというふうにはなっております。もっと胸をなでまして、はい。エンジンも絶好調なので、そうですね。このまま8時間かけてまた千葉まで帰れそうです。よろしくお願いします。お気をつけて、はい。僕も静岡に帰ります。そうですね。確かに。まあということでね、サーキットまだね走ったことないって人は全然速く走る必要ないと思ってるんですよ。はい。楽しく走るのとやっぱりこの公道じゃ試せない限界値っていうのが分かることで、公道も安全に走れるようになると思うので、はい、ぜひまだ走ったことない人はこういう HK さんのイベントとかでサーキットを初チャレンジしてみてください。はい。ここ岡山国際のハイチャレではこのようにですね、車種別のイベントもですね、まあ、増やしてより初心者の皆様でもですね、まあ、走りやすいようなイベント等々まあ、これから全国的にですね企画できていければいいのかなというふうに思っております。まあ、せっかくチューニングしたらやっぱりその実力を安全なコースで、はい、ぜひ安全に楽しんでいただければと思いますので、はい、はい、またぜひ、はい、ハイチャレがまたありますけどね。そうですね、はい、また12月につくばハイチャレもあると思いますので、ぜひ木脇君は今度出てくると思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあこの動画がいいねと思った方はいいねボタン、チャンネル登録、SNS 登録もお願いします。ここにあるのかな。はい、あります。わかりました。バイバイ。